こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。川崎のあのモデルの発表で、一気に賑やかになりそうな 400cc モデルですけど。そうだ。で、今回はそれに便乗したテーマだ。実は、コスパ抜群な 400cc、穴場の11台。400cc は日本の道路事情で過不足ない車格だし、エンジンパワーも250に比べたらかなり余裕がある。そんな 400cc を一気に紹介するぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。わずかな価格差でゆとりの走り、穴場の 400cc。400、フルカウル編。400、ネイキッド編。400、アドベンチャー編。400、スクーター編。です。ガラパゴス排気量と言われる 400cc ですが、国内メーカーだけじゃなく海外メーカーも参入してますね。どんな車種が紹介されるのか、楽しみです。じゃ、始めご。400、フルカウル編。おじさんたちには馴染み深い 400cc フルカウルモデルを紹介するぜ。1、ホンダ CBR400R。2013年4月、ホンダの 400cc ラインナップに復活した CBR400R だ。一車種展開ではなく、部品共有を進め派生展開する方法で開発されたモデルだ。同じ時期に CB400F や 400X が登場してる。NC シリーズと同じように、プラットフォーム化しての派生車展開ですね。性能特化した 250cc より、余裕ある 400cc クラスのモデルのがリーズナブルだし、熟成された性能となっている。それに、今の400フルカウル SS は、最高出力でレーシーなポジションってのは影を潜めて、低回転トルク側に振ったセッティング、比較的優しめなポジションなど、ゆとり時代に合わせた仕様になってる。それに、400cc は欧州の免許制度と被ってるから、売れ筋ゾーンに入る分、装備品も豪華になってるぜ。CBR400R は、アシスト&スリッパークラッチや倒立フォーク採用、細かいセッティング見直しなど、開発費使ってますね。そうだな。見た目も SC77 系の男前顔だ。おじさんには懐かしさ、若い子には歌舞伎顔が受けてるらしいぜ。マジっすか。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 399cc、最高出力は46馬力 9000rpm、最大トルクは 3.9kg FM7500rpm、シート高は 785mm、重量は 192kg。車両サイズは 2080-760-1145だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 27.9kg WMTC。ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 474.3km。新車価格は 84.15 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、19万8000円89万8000円で191台だな。昔、同名で1986年に発売されたレーサーレプリカ、CBR400R ってモデルがありましたね。セクシーという言葉こそふさわしい、バイクですね。近未来フォルムをその目で確かめてくれ。2、川崎、忍者400。2014年に登場した忍者400は、忍者 250R の上位クラスとして登場したバイクだ。上位なのに R が外れたんですか？これは ZX シリーズのための布石かもな。それはどうでしょう？先代の忍者 400R は、川崎の名車 ER6F をベースにした別モデルだったが、現行型はフレームを忍者250と共用し、兄弟車になった。この時代、プラットフォーム共用は当たり前ですからね。他社より販売規模が小さい川崎には、こうした派生車展開は有効な戦法だと思う。デザインも、川崎 SS ワークスマシンを連想させる KRT 版もあり、イメージ戦略も万全だ。それに、欧州展開の仕方も川崎は他社と違う。何が違うの？欧州の免許制度で A2 と呼ばれるクラスは、排気量制限なしで約47馬力以下に限定となる。ちなみにホンダは、500cc 版を馬力制限して A2 クラスに収めてるだが、川崎は 400cc でそのまま販売しているぜ。川崎の方が合理的なやり方ですね。だと思う。じゃ、装備についてだが、アシスト&スリッパークラッチに ABS とシンプルな装備だ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 398cc、最高出力は48馬力1万 rpm、最大トルクは 3.8kg FM8000rpm、シート高は 785mm、重量は 167kg。車両サイズは 1997.1120 だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 25.7kg WMTC、ガソリンタンク容量は14リットル、航続距離は 359.8km。新車価格は 75.9 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、27万6200円88万円で375台だな。普通二輪の手軽さと、大型二輪にもついていけるパワーを持つ忍者400は、いいとこ取りのバイクですね。3、KTM、RC390。RC390 は2014年に登場したモデルだ。で、2022年にフルモデルチェンジを受けたんですよね。そうだ。先代モデルも癖のあるデザインだったけど、最新モデルもなかなかだぜ。
顔つきはどこから見ても KTM ファミリーだし、カラーリングも最近の上位モデルに合わせてますね。ちなみに、RC って何のこと？ RC はレース、コンペティションの略だ。元 GP の最軽量クラスに参戦するマシンと同じ思想を持つレプリカモデルに与えられるぜ。みんな大好きレプリカモデル。だから装備も本格的だ。このクラスでは珍しいライドバイワイヤにトラクションコントロール、コーナリング ABS の採用。アシスト&スリッパークラッチや TFT メーター、OP だが上下対応クイックシフターも装備可能だ。まあ、その分高値だけど。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷単気筒1気筒 373.2cc、最高出力は44馬力、最大トルクは 3.7kgfm。シート高は 824mm、重量は 155kg。車両サイズは不明。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は不明。ガソリンタンク容量は 13.7 リットル。航続距離は不明だ。新車価格は83万円だぜ。グバイクの中古車価格帯は39万6000円69万9900円で15台だな。これ、何気におすすめ車種ですよね。単気筒だしオレンジだし独特の顔だ。このあたりが好みに合えば、いい相棒になりそうだな。400、ネイキッド編。今、新車で買える400ネイキッドは、主調べで5車種だな。うわ、少ない。昔は石を投げたら400ネイキッドに当たる、ってぐらいたくさんあったのにね。これも時代の流れだな。じゃ、紹介していくぜ。4、ホンダ CB400SF、ハイパー VTEC レボ。1992年に登場した CB400 スーパーフォアは、バイク好きなら説明は不要なぐらい有名な車種だな。もう30年。先祖は4本出しマフラーで麻婆が乗ってるやつ。それは CB400 フォアだな。SF の祖先じゃない。SF はプロジェクトビッグ1と呼ばれる、ホンダの新しいロードスポーツを作り上げる計画から生まれたモデルだ。その特徴は、社名にあるハイパー VTEC レボだ。VTEC。それはホンダの車に搭載されてる可変バルブタイミング、リフト機構だ。バイク版 VTEC はバルブ制御システムだ。動作バルブを2個から4個へ切り替える仕組みだな。お約束のネタでした。兄弟車として、性能的には同じでハーフカウルを装備したスーパーボルドールも2005年にデビューしてるぜ。フランス伝統のボルドール24時間耐久レースで、ホンダが3年連続優勝したレースから命名したんですよね。そうだな。そんな名車も、今年の10月分をもって生産終了が確定してる。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 399cc、最高出力は56馬力1万 1000rpm、最大トルクは 4kgfm9500rpm。シート高は 755mm、重量は 201kg。車両サイズは 2080-745-1080だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 21.2kgWMTC、ガソリンタンク容量は18リットル、航続距離は 381.6km。新車価格は 88.44 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、34万6700円238万8000円で337台だな。主が買った時は、6000キロ程度の中古が60万円ぐらいだったのに、今では倍以上の値段になってて、驚きです。川崎 Z400。Z900RS、Z650RS と転生モデルが大人気な Z シリーズの400クラスといえば、2019年に登場した Z400 だ。最新の2023モデルは装備に変更はないが、カラーリング変更とユーロ5対応となった。今後も販売継続する気満々ですね。トレリス構造のフレームは H2 風のグリーン塗装で、重量も 250cc の 166kg だ。トップモデルの雰囲気がムンムンです。でもさ、ガラパゴス排気量って言われてる400ですけど、これから川崎はラインナップが充実するって話ですね。それな。まずは、待ってましたの ZX4R が追加されるだろ。そこから派生車で Z400RS が登場するだろうって噂だ。それに、4気筒アメリカンって色物モデルの話もある。川崎、めっちゃやる気じゃん。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 398cc、最高出力は48馬力1万 rpm、最大トルクは 3.8kgfm8000rpm。シート高は 785mm、重量は 166kg。車両サイズは1990-800-1055だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 25.7kgWMTC、ガソリンタンク容量は14リットル、航続距離は 359.8km。新車価格は 70.4 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、39万9900円190万円で47台だな。400cc は川崎しか勝たん。6、KTM390 デューク。来た。オレンジのインセクト昆虫。2021年にマイチェンした KTM の390デュークだ。初代モデルの顔つきは、川崎の ER4N っぽい顔つきでしたが、今では1290スーパーデューク R 顔になりました。それに、装備も同クラスの中で充実してるんですよね。その通り、390デュークの価格は 73.5 万円。CB400SF が 88.4 万円。Z400 は 70.4 万円で、価格帯は真ん中なんだけど、装備は TFT カラーメーターだし、クイックシフターも OP だが装備可能。
傾斜したビッグなヘッドライトに、KTM のアイデンティティとなるトレリスフレーム。出力は44馬力と控えめだが、車両重量が153キロ完走と軽量なので、レスポンスが良くパワフルな走りが楽しめる。残念なのは、2022モデルは KTM MI ライド Bluetooth 接続が非装着だってことだ。気にしない。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷単気筒 373.2cc、最高出力は44馬力 9000rpm、最大トルクは 3.7kg/FM7000rpm、シート高は 830mm、重量は 153kg。車両サイズは不明だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は不明。ガソリンタンク容量は 13.4 リットル、航続距離も不明。新車価格は 73.5 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、27万2800円72万円で81台だな。確か、390デュークと RC390 とは兄弟関係ですよね。どちらを選ぶかは、あなた次第。古い。7、ハスクバーナー、ミッドピレン401、スバルトピレン401。ビットピレン401は、2018年モデルとして登場したモデルだ。スウェーデン語でビットは白、ピレンは矢を表してる。あ、その話は何度も聞きましたのでノーセンキューです。じゃ、ビットピレンって名前の元ネタを知ってるかい？それは知らない。ハスクバーナの名車、シクステン、セゾン氏が設計したシルバーピレンのオマージュなんだって。それにシルバーピレンは、ストックホルムの銀色電車のニックネームだって話だよ。トリビアでした。特徴あるビットピレンのデザインに、心を射抜かれたライダーたちは、この主要的な前傾ポジションや、ハイオクでちょっと短い航続距離など、惚れた弱みで、そんなことは全く気にしないはずだ。いやこれ絶対首筋痛くなるやつ。前傾ポジションで手首や腰が痛くなるのは、腕で体を支えている証拠だぜ。下半身の筋肉たちと背筋、腹筋を鍛え、自然な姿でビットピレンを乗りこなしてくれ。私は S なので無理です。辛いのは勘弁です。ホンダのバイクに乗ります。しかし、ポジション以外はライダーに優しい装備だぞ。2022モデルにはクラッチレスでギアチェンジができるイージーシフト。アンチホッピングクラッチが装備されてる。これは嬉しい。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷単気筒 373.2cc、最高出力は44馬力 9000rpm、最大トルクは 3.7kg/FM7000rpm、シート高は 835mm、重量は 151kg、車両サイズは不明。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は不明。ガソリンタンク容量は 9.5 リットル、航続距離も不明。新車価格は 76.7 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、51万4800円66万円で7台だな。で、姉妹車のスバルトピレン401との違いはどこかな？ブロックタイヤと、アップライトハンド装備になってる。こっちもいいですね。いや、こっちの方が楽。これもなんかの縁。走りながら筋肉体操できるビットピレンに乗って筋肉たちを育てようぜ。腹筋 6LDK かい。8、ベネリ、インペリアーレ400。イタリアのスタンダードスタイルバイク。ベネリのインペリアーレ400ですね。ベネリはイタリアで1911年に創業した老舗メーカーだ。ブランド消滅したり、傘下が変わったり、色々あったメーカーだが、2016年に新生ベネリが誕生。2021年から株式会社プロトが全国正規販売店として車両販売し始めたってわけだ。インペリアーレ400は、そんなベネリのクラシックを担当しているモデルだ。ヘアライン仕上げのキャプトンマフラー、スプリング付きシートと分割されたリアシート。まっすぐに直立したエンジンなど、レトロなスタイルの車体は、懐かしさも全開ですね。もちろん走りはオープンロード、公道を何の心配もなく走れるぜ。これは吊るしでも要素満載なバイクです。性能的には至って普通だ。ABS 装備のみで、トルコン、クイックシフターは装備されてない。ヘッドライトやウィンカーは LED じゃなくバルブだ。メーターは2眼アナログで、真ん中の液晶部分にシフトポジションを表示する。低回転を維持しながらどこどこ走るスタイルは、インペリアーレにぴったりだ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは空冷単気筒 373.5cc、最高出力は 21.1 馬力 5500rpm、最大トルクは 2.9kg/FM4500rpm、シート高は 780mm、重量は 205kg、車両サイズは2170/820/1120だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は不明、ガソリンタンク容量は12リットルだ。新車価格は 59.95 万円だな。グバイクの中古車価格帯は登録なしだ。400cc モデルとしては、かなりリーズナブルな価格設定ですね。これなら、国産 SS にもついていけるかな。SS か。400cc アドベンチャー編。400cc のアドベンチャーモデルは2車種だぜ。どんどん少なくなってますね。何が出てくるかな？ 9、ホンダ 400X。ホンダ非公認の普通の株こと、400X ですか。あれ？これ新型ニュースで取り上げがトランザルプそっくり？その話題はこちらで。で、400X は、欧州での 500X を日本向けに 400cc 化し、2013年に発売されたアドベンチャーモデルだ。最新ガス規制対応、フロントブレーキはダブルディスク化、倒立フォーク化されたし、アシスト&スリッパークラッチも装備している。見た目がモレーヌ C750X なんですけど、この2台って何が違うの？
750X は経済的で高燃費エンジンを搭載した乗りやすさ優先のモデル。400X は CBR650R 譲りのスポーティーさをアドベンチャー側に振ったバイクだ。あ、姉妹車ではないのね。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 399cc、最高出力は46馬力 9000rpm、最大トルクは 3.9kg/FM7500rpm、シート高は 800mm、重量は 199kg、車両サイズは2140、830、1380だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 27.9kg/WMTC、ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 474.3km。新車価格は 85.8 万円だ。グバイクの中古車価格帯は39万9000円95万5000円で70台だな。こうした鉄板バイクが多いのがホンダ。これなら片道300キロなんて余裕ですね。ラリーから 400X に乗り換えたら。絶対バレるぞ。10、KTM 390アドベンチャー。2019年のエイクまで発表された短気筒アドベンチャーだぜ。KTM は 400cc モデルが充実してますね。400にこれだけ力を入れてて大丈夫なの？日本好きなの？余計なお世話だな。KTM の400シリーズは、欧州の A2 ライセンス、エンジン最高出力 35kW 以下バイクを想定したモデルだ。なので、SS の RC390、ネイキッドの390デュークは同じ 373cc の短気筒エンジンで、全部 32kW だぜ。その縛りが日本の免許制度や環境と一致しているから、ってことですね。それに、リッタークラスはメーカーの技術の末を集めた性能で、毎年高スペック化、高価格化している。200万円近くしますしね。その反動として、ミドルクラスに注力し始めたのが、KTM。デザインが個性的だから、たくさんのバイクの中でも埋もれにくいし、マイナーな海外メーカーの中では販売店も多い。価格もリーズナブルと、人気の要素も詰まってますね。で、ライバルたちより390アドベンチャーは豪華装備になってる。電子制御スロットルにオン、オフ用選べるオフロード ABS、コーナリング ABS、トラクションコントロール、TFT 液晶のメーターや前後調整機能付きダンバー、セミブロックタイヤ。本格派な装備ですが、気になるのはシート高？で、スペックはどんな感じですか？エンジンは単気筒 373.2cc、最高出力は44馬力 9000rpm、最大トルクは 3.7kg/FM7000rpm、シート高は 855mm、重量は 161kg、車両サイズは不明だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は不明、ガソリンタンク容量は 14.5 リットル、航続距離は不明。新車価格は 82.9 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、65万円72万8000円で7台だな。販売数が多くない 400cc ってことで、コストダウンや品質が気になるところなんですけど。そりゃ、1290スーパーアドベンチャーと比べたら差はある。しかし走りに感じては上位クラスに勝るとも劣らないし、満足できる性能と所有感が得られるバイクだと思うぜ。400cc スクーター編。11、続き、バーグマン400、ABS。400cc クラス唯一のスクーター、バーグマン400だ。400cc なら、BMW の C400 シリーズとか、300cc ですがベスパ GTS もありますが、今回は国内メーカー縛りってことで、海外メーカーはまたの機会に、2017年8月に発売されたバーグマン400は、スズキの名車スカイウェブの血統を受け継ぐスクーターだ。最新モデルではトラクションコントロール装備、エンジンはツインプラグ化されたな。出力は排ガス規制対応で2馬力下がっているが、体感的にはより良く感じるって記事もあったせ。謎技術。でも400には 250cc にはないゆとりと、高回転が使えるメリットがあります。まさに国内ジャストフィットなモデルだぜ。GSX-S1000、SV650、そしてバーグマンと、スズキにはナイスでスタンダードバイクが揃ってます。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷単気筒 399cc、最高出力は29馬力 6300rpm、最大トルクは 3.6kg/FM4900rpm、シート高は 755mm、重量は 218kg。車両サイズは2235、765、1350だな。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 25.2kg/WMTC、ガソリンタンク容量は13リットル、航続距離は 327.6km。新車価格は 84.7 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、37万9900円77万8800円で14台だな。投資打ちになりますが、バーグマン200との価格差は ?27 万5660円だ。価格差はでかいけど、200cc では体感できない余裕の排気量、トラクションコントロール装備で安全性もアップしている。一体何を選べばよいの？迷ったら、リーズナブルでかっこいいスズキのバイクを選べばいいと思うよ。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は終わりの一言です。終わりの一言。400cc モデルはいかがでした？もちろんいいバイクばかりなんですけど、バイク選びでよく話題になる 400cc vs250cc ってありますよね。どちらが良いのかなって。使い方によるが、単純にどちらが良いかと言われれば、400cc をおすすめするぜ。
なんで？今では 250cc と 400cc の車体価格の差はわずかだし、車検があるので、一定のタイミングでしっかり整備を受けることができるし、400cc の方が余裕あるパワーで走りを楽しめる。でも、ランニングコストが。法定費用だけなら、2年ごとに2万円程度だ。整備費用は400でも250の差は約1万円前後。それなら400でもいいかも。だろ？お得な排気量だと思うぜ。それじゃ、また来週まで、元気でね。1、2、バッバッバハイ。